皆さんこんばんは、みくです。先週の動画で皆さんに直接本編で新年のご挨拶ができなかったので、改めまして今年もどうぞよろしくお願いいたします。なんかですね、ハワイから帰ってきて、そこから編集とかしてお正月休みいただいてる間に体調崩したっていうわけではないんですけど、なんかずっとね咳が止まらなくって、でもなんか誰にもうつらないんですよ。一緒に過ごしてる彼にもうつらないっていう感じの咳をね、空咳みたいなのがずっと続いてて、でそれでほとんどもうお家にいて過ごしていて、やっとねここ数日ぐらいでもうちょっとこう咳も落ち着いてきて本調子になってきたかなというところで、美容室に行ってきました。はい、もうやっと私の2026年がスタートしたっていう感じです。髪の毛ね、どういう風にオーダーしてますかって質問いただくことが多いんですけど、カラーはですねブリーチをせずにいけるところまで赤くしてくださいということで、こんな感じでね、結構染めたてでも赤みがちゃんと光に当たって出る感じでカラー入れていただいて、いつも私前髪ありで割と重めのカットしてるんですけど、今年からちょっと気分が変わってちょっと前髪伸ばしてみようかなと思って前髪切りませんでした。なのでちょっと今伸ばし中なんですけど、伸びた前髪がここら辺からこういうウェーブでつながるように切っていただきました。で多分この辺にレイヤーとか入れましたよって言っていただけたんですけど、いつもお任せでね結構切ってます。はい、今日からまた元気にこの1年駆け抜けていきたいと思います。で去年に引き続き今年も趣味の一人お茶会をね深めていきたいなと思って、今年はね和菓子のワークショップに行ってみたりとか、あとはお茶をね探求しに行ってみたりとか、なんかそういう感じで自分で独学でね作るたりとか楽しむ、プラスプロの方に教えてもらったりとか、お茶についてより学ぶことでこの自分のね今ハマっている一人お茶会っていうものがより楽しくなるんじゃないかなと思って、それをねしていきたいなと思ってます。で、実は去年のね秋頃からオンラインで茶器をねポチポチしてたんですよ。はい、でその茶器をねせっかくだから年明け2026年になってから開けようと思って開けずに置いといたんですよ。それがあるのでそちらを開けさせていただいて、でここのね今私の食器とか茶器とかを雑多に入れてるこちらの棚、ここの棚を整理して、この棚はもう茶器棚にしたいと思ってます。茶器棚にして私のねお気に入りの茶器たちを飾って眺めたいと思うんですけど、その前に買ったものをね開けさせていただきたいと思います。本当ねこれいろいろ調べて何日も悩んで購入したものたちなんですけど、まずは京都にある北白川講談店というそこのオンラインショップで買ったものをご紹介したいと思います。ここはですね中国茶とそれに合う講談というね中国の餅菓子を提供しているお店だそうです。はい、まずこちらです。ガラスの茶壺です。蓋もねこういう感じでついてるんですけど 270cc 入る茶壺ですね。このねコロンとしたフォルムと大きさ、ここの乳白色のこの色味がすごくね素敵だなと思って買いました。あともう一つ同じく北白川講談店さんでこちら購入しました。ステンレスの炉ですね。こんな感じになってて、これが土台でここにアルコールランプ用の燃料を入れてこういう感じで中にセットして使うものですね。でこれのいいところはですね、ここにこのつまみがあるんですけど、これでね火力調整ができるんですよ。なのでこのステンレス炉の上に直火 OK のポットとかを置いてお湯を沸かし続けたりするんですけど、その際にこのアルコールランプの火力を調整することができるので、ちょっと沸きすぎてるなと思ったら弱火にしたりとか、そういう風に調整できるっていうところがすごくいいなと思って、お湯をねずっとグツグツ沸かしながらお茶をね何杯も飲むっていうのがずっと憧れてて、でこのステンレスのこの炉本当にシンプルなもので、特にね何のデザインも入ってないところがスタイリッシュでかっこいいなと思って買いました。はい、最後はこちらジコンカさんで購入したものです。ジコンカと聞いてなんかあれ
私の動画でなんか見たことある、聞いたことあるかもって思ってくださった方は、昔からね私の動画を見てくださっている方です。本当にありがとうございます。2年前ぐらいですかね、お仕事で三重県のね魅力を伝えようというようなね動画をね撮らせていただきまして、でその時にいろんなところに行った中で三重県亀山市にある関宿に寄ったんですね。東海道53次47番目の宿場町の関宿、その関宿にあるジコンカさんっていうライフスタイルブランドっていうのかな、そこに寄った時にですね、もう本当にそこのねジコンカさんの店舗だったりとか藍染めとかをねするような古民家、そこが本当に素敵で、そのジコンカさんで伊勢小生館っていうお茶をねいただいて、もうそこから本当にジコンカさんのファンになって、いまだにねちょっとインスタグラムとかでも交流を続けていたりとか、あとは代官山の混乱ショップでもこのねジコンカさんが作ってる伊勢小生館小さなみかんのお茶、これが買えるので、ちょこちょこね代官山の混乱ショップに通ってはジコンカさんのお茶をね手に入れて飲んでるんですけれども、その三重の旅でお茶を振る舞っていただいた時に、お茶をね沸かすポットが本当に可愛くて、ずっとねこれでお茶を飲んでみたいって思ってたんですよ。でそしたら去年のね秋頃にオンラインショップでそのガラスのポットが出まして、購入させていただきました。はい、それがこちらです。容量は300から 400cc、 直火可能の耐熱ガラスポットなんですけれども、この取っ手のところ、これがお茶の木の枝で作られているそうで、ジコンカさんでは茶摘み体験ができたりとか、お茶をねもっと身近に感じてもらえるようなそういう催しもされていて、台湾ともねつながりが強いので、台湾でお茶のワークショップをやられていたりとか、本当にねすごく素敵なブランドさんなんですよ。でこのジコンカさんのブランドの名前、このジコンカという意味には、今この時をどう生きるかっていう思いが込められているっていうのをね、こうホームページ見てる時にね書かれていて、私のね人生観にすごく近いところがあって、だからこそジコンカにお仕事であったとはいえ訪れた時に、おこがましいんですけれどもシンパシーを感じたんです。そんなね素敵な場所だったので、また今年はその三重にあるジコンカさんのところに遊びに行って、お茶のことをねもう少し教えていただいたりとか、そういうことをねしたいなと思っていて、今年このジコンカでね購入したこのガラスのポットを使ってお茶をねたくさん楽しんでいきたいな、私なりにと思って買いました。そういう感じで、去年の秋頃から何日も何日もかけてネットサーフィンをして、これだと思ってゲットしたものをこの食器棚に収納していきながら、こういう茶器とか食器の紹介をねしてほしいっていうお声もねいただいたので、整理しながらねこれはどこで購入しましたみたいなものも紹介していきたいと思います。はい、このね棚の中を整理していこうと思います。まずこの棚はですね、パシフィックファニチャーで買いました。ガラスの飾り棚で、今3段に区切ってるんですけど、ここの高さっていうのが自分で好きにね調節できる仕様になってるところが気に入っていて、あとは背面以外は全部ガラスでできてるので、今ね住んでるこのアトリエ、そんなに大きくはないので、家具をね一つでも増やすと結構部屋の中圧迫感出ちゃうんですが、背面以外がね全部ガラスということもあり、意外とねこう圧迫感感じず過ごすことができてます。プラスガラスなので、もう上からも横からも正面からも自分のお気に入りの食器たちっていうのをいつでも眺められる、そういうところがねすごく気に入っています。でこの中に今上の段はこう茶器とか、2段目もそうですね。で下は結構お皿とかね、そういうのも置いてるんですけど、そのお皿とかを全部ね違うもう一個の食器棚の方に移して、ここはもう全部ね茶器系ポットとかそういうものをね入れていこうかなと思います。全部ね一旦この棚の中のもの出して棚拭き上げて、でまた入れていきたいなと思うんですけど、まずねこれかな、私の小さな茶器セットなんですけど、このお盆、これは代官山の混乱ショップで買いました。この茶封も代官山の混乱ショップで、この茶封をね載せてるこちらの台、これがね中目黒のセレクトショップで買いましたね。あとこの茶足、これも代官山の混乱ショップで買いました。結構ね茶器関連のものは代官山の混乱ショップで買ってます。あと茶杯でお気に入りなのがこちら、ノーティーノーライフって側面に
手書きされてるんですけど、これ池半というね京都のお茶屋さんのオンラインショップで買いました。作家さんのものです。あとこの茶卓も代官山の困難ショップですね。あとこれも茶風、あとこれ茶碗的な役割を担ってるお椀ですね。このセットは台湾に行った時四漢寺にあるお茶屋さんで購入しました。あとはこの辺の小さな茶杯ですね。これもすごくお気に入りで、取っ手がね全部色違うんですよ。これはね台湾住んでる時に道端にある小さなお茶屋さんで見つけて買いました。あとはこちら、これすごくお気に入りなんですけど、こちらのカップ&ソーサー、フィンランド一人旅に行った時に購入したアラビアのヴィンテージのものですね。1950年代のものです。あとこちらのカップ&ソーサー、これもアラビアのものですね。ヴィンテージの花柄のものです。あとこちら、これもお茶を入れる時にねよく使うんですけど、東方美人茶とかそういうのを入れてお茶入れて、ここが茶葉をブロックするようなものがねついてるので、このままねこう注ぐことができるっていうやつですね。これはねこのガラスの茶杯を買った時に一緒についていたものですね。あとこちら小さなガラスポット、これもねよく使ってます。Today's スペシャルで購入しました。あとこちら代官山のみの市で購入したものなんですけど、注ぎ口のところがね鳥の形をしててすごく可愛いです。そのポットと一緒にこれセットで売ったんですけど、この中にねティーライトキャンドル入れて、で火を灯して紅茶をねずっと温かく保っておけるというものですね。あとこれも代官山のみの市で購入したカップ&ソーサーですね。こちらはねパリに行った時にパリの飲みの市で見つけたものです。この浅くてね薄い陶器のカップ、中と表すべてに赤い花柄があしらわれているのがとっても可愛いです。あとこちら TWG のポットですね。緑の大きい方ですね。これは台湾の TWG で購入しました。あとこれも結構昔から持ってるカップ&ソーサーですね。スタジオ M のもので、ぽってりとした陶器のブルーベリーのね柄があしらわれててすごく可愛いです。あとこちらも TWG で買いました鉄瓶です。これも長年愛用しています。とってもお気に入りの鉄瓶です。あとはこういう感じの TWG で買ったトルコグラスだっけ、こういうものソーサー付きで持ってます。意外とこれ使うんですよね。夏のね冷たい飲み物とかを入れて友達が来た時とかに出すのにすごく使えるんです。あとはイッタラのコップたち、これは日常使いでもものすごく大活躍してます。あとこちらこの小さな急須、これはねトゥデイズスペシャルで買ったかなと思います。煎茶とか入れる時にね使ってます。あと抹茶ボール、最近抹茶立ててないけど抹茶ボールはチャチャ抹茶というねニューヨークのブランドかなの抹茶ボール使ってます。すごく可愛いですよね、ピンクの。これニューヨークに旅行に行った時にゲットしたものです。あとこちらのポット夫人のポット、これはねディズニーランドで購入しました。ちゃんと使えるんですよ。めちゃくちゃ可愛くないですか。チップのカップも売ってて可愛いですよね、このセット。あとはこちら新入りのアラビアのパラティッシュのカップ&ソーサー。年始に初売りに行った時にイッタラの前を通ったら福袋が売られていて、でその福袋の中でこのパラティッシュのね福袋が売ってたんですよ。これがねほぼ全部一式ペアでね入ってる福袋、それが売ってまして、定価のね半額で買えるということで買いました。でそれであまりにもねいっぱい福袋の中にこのパラティッシュのシリーズのものがねいっぱい入ってるので、半分ぐらいはねうちの母にプレゼントしようかなと思って、大きいお皿とかそういうのはプレゼントしようかなと思ってるんですが、このカップ&ソーサーはね1脚ぐらいはね自分で持っててもいいかなと思って残しておきました。なのでこれからねちょこちょこ私パラティッシュのね食器使ってるシーンが出てくると思うんですけど、あ、福袋でゲットしたんだと思ってください。あとこちら、これはフィンランドで買ったものですね。アラビアのヴィンテージのものです。これもアラビアのヴィンテージ、こちらもアラビアのヴィンテージですね。花柄のものが好きでね、結構フィンランド旅行した時に見つけると買い集めてましたね。でさっきのカップ&ソーサー同じ柄で、こちら大きなポット、あとはシュガーボール、そしてミルクジャーがあります。
んばんは。今週はね結構忙しくてというか、いくつかお仕事の予定が入っていまして、火曜日と水曜日は泊まりがけでね出張に行っておりました。でその出張から帰ってきて、今日は午前中ちょっとゆっくりして、その後彼とラジオを撮って、で今夜これからね和菓子をね作ろうかなと思ってるところで、今日は練り切りをね作るので、練り切りのあんをね今仕込んでおります。このねあんを練るところ、この過程でちょっとね今週考えてたことをお話ししたいななんて思って動画を回してみました。2026年明けてもう気づいたら1月の中旬ですね。今日は1月の15日なんですけれども、新しい年になって、これからどんなね1年にしていこうかなみたいな感じで一人でねちょっと悶々と考えていたりしたんですけれども、今年はね前回の Vlog でもお話しした通り、新しい山を見つけたい、何かまた新しい目標だったり夢だったりを見つけて、それに向かってまた登っていく、そんな山を探す1年にしたいというお話をしたと思うんですけれども、なんていうかその前にですね、結局継続って大変だよなっていうのを考えてた1週間で、例えばまた新たな夢や目標を見つけたいと思ったとしても、すぐにねそういうものは見つかるものではなくって、現状ね今やってる仕事だったりとか活動っていうのは変わらず続けていかなくちゃいけないんですよね。それは生活がかかっていますし、新しい目標を見つけるために必要な継続ですよね。今の私の活動で言うと、YouTube この毎週金曜日に動画を出すっていうのを引き続き頑張って続けること、プラスで企業さんからねいただくお仕事もしっかりこなす、そして自分のブランドの商品についての仕事もちゃんとする、それを全て新しい目標を見つける過程の中でちゃんと続けていかないと、結局意味がないというか、でそういうことは頭でもすごくよく分かってるし、頑張ろうって思ってはいるんですけど、ふとした時にね気が抜けてしまうというか、もう全部投げ出したいねみたいな気持ちに陥ることって全然あるんですよ。私もね、特にこういう年末年始で休みをねちょっといただいたりとかすると、マラソンのように走ってたものが一旦止まると、もう一度走り出すのがすごく億劫に感じるみたいな感じで、1月入ってからねちょっとそういうまた走り出すのかみたいなそんなしんどさみたいなのも抱えながら、ゆっくりゆっくりスタートしているところなんですけれども、やり続けるっていうことってもう本当に難しいなと日々実感してまして、最終的にはね本当気合でやるしかないんですけど、でもいかにね自分のモチベーションを保ったまま今やってることを継続させるかっていうことをもう常に考えてやってるんですけれども、今それが私にとってこの和菓子作りなのかなって思う瞬間があって、こういう練り切りとか和菓子みたいなのを作りたいのがあるって思うと、必然的に動画も撮りたいなと思って動画を回そうって一個ね気合が入るというか、そういう意味でねちょっと手間がかかるけど、和菓子作りっていうのは自分のね継続するっていうモチベーションのね一つになってるんじゃないかなと思います。同じようなことをね私の好きな YouTuber の瀬戸康史さんっていうね人もねこの前動画で言ってたんですけど、その方はもう何年やってんだっけ YouTube、 もうヒカキンと同じぐらいの世代の方で、なんならヒカキンより先輩ぐらいなんですけど、こうやって何年もね YouTube やってるともう本当に動画が撮れない時期が出てくると、そういう時にねすごく自己嫌悪にね陥ってしまうみたいなことを話してて、でもまた動画を撮ろう、YouTube を続けようっていうモチベーションを保つための一つの自分の中での解決策として、何でもいいからとにかくこれだけは続けるっていうものを自分に設けるってお話しされてて、瀬戸康史さんで言えば好きなオンラインゲームがあって、そのオンラインゲームに毎日ログインして、その一日にこなすべきタスクだけをやるっていうので、ゲームにログインするっていうのは仕事というよりかは遊びに近いんだけど、でも遊びだったとしても毎日何かを続けられたっていう、そういう成功体験を作ることでその YouTube の活動も
続けて頑張ろうっていう風に思えるっていう話をしてて、なんかそれすごく共感して、私も毎日ねこうやって練り切り作ってるわけではないんですけど、続けたいと思える趣味みたいな好きなものが1個あると、それを定期的にやり続けられてる自分に対してのすごい自己肯定感が上がって、仕事にもそれをつなげれるっていう瞬間があるので、本当になんか何でもいいから続けられるものっていうのを持ち合わせておくことってすごく大事なんだなって思いました。何かを叶えることより叶えた後続けるっていうことって本当に難しいなと毎年実感してます。この1月ぐらいになると。でも何事もね、続けた先に成功が待ってるんですよね。だからそれを信じて毎日毎日地道な一歩を積み重ねるしかないなって思ってます。そのためには自分の気力をね常に保っておく必要があるので、趣味みたいなところで気持ちをね分散させつつ、ちゃんとまた今年も一歩一歩頑張っていこうと思っています。はい、よし、できましたね、練り切りの案が。最初はこの案結構黄色いのにちまちまちぎって揉んでっていうのを繰り返すとちゃんと白くなるんですよね、この練り切り案が。不思議。よいしょ。はい、始まりました。最近土曜ラジオ第53回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラジオは私がこのうちにアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たちの今をお届けするそんなラジオになっています。いや、先週今年よろしくお願いしますっていうのと Q&A やって、で今年の自分のキャッチコピーをさ考えようみたいな感じで、私は新規開拓しますせ、新しい山を見つけて登っていくし、新しい見てくれる人を増やしていきたいっていう感じのキャッチコピーをつけて、あなたは動画じゃカットしてるかな。カットしたっけまあでも改めて言うと、やりすぎない、やりすぎない、筋トレがね、楽しくて、やりすぎちゃうんだけど、あくまで土台、健康な体を作る土台。なるほど。そこから先のやりたいこととかはちゃんと別に作ろうねっていうことなので、もうねこのままやと本当週5とかでトレーニング行ってたんで、ちょっとやっぱ週2か3に抑えて、他のこともそうちゃんと元気な体で他のことをやりましょうっていう。なるほど、そういうキャッチコピーをつけて、皆さんからも今年のキャッチコピーを募集しつつ、今年も1年頑張ろうみたいなラジオをしたですけれども、そこから1週経って、今の私のちょっと心境を聞いてもらいたいんですよ、また新たな1年が始まるから今年も頑張るぞみ
たいな感じでこうパーッとさスタートダッシュ切りたいところなんだけど、なんかねやっぱ毎年私この 1月でこう気持ちがこうなんだろううにょうにょするっていうか、なんていうか言葉にしがたいんだけど、落ち込んでるというわけではないんだけど、なんていうかこう瞑想期間に入るというか、なんかそういう1ヶ月なんだよね毎年1月って。スタートダッシュっていうよりは燃え尽き症候群的な、そうかもね。でもそうなんじゃない？学校とかはさ、年度スタートがあるじゃん、3月末の4月スタートじゃん。あなたの場合は年末で一区切りで1月からスタートだから、ちょうどその5月病に差し掛かるタイミングが、今に当たるぐらいのなるほどね感じになっちゃうんじゃない？そうなのかな。それだと確かに合点いくんだけど、このやっぱ1月のさ頑張ろうみたいなムードの中で一人だけこう自分がこう取り残されてるような感覚に陥ったりとか、なんかこうパンといけてないなっていう自分に今年1年大丈夫なのかって、不安になったりするっていうこの1週間をね過ごして悶々としたんだけど、なんでなんだろうって思ってめっちゃよくよく考えて、この1週間の間に友達ののんちゃんに会ったりとかしたから、居酒屋でこうさ飲み食いしながらいろいろ話したんだけど、例えば去年、私ものんちゃんも、結構たくさん旅しました、こういろんなところに行ったりとかしてたくさん楽しい経験もして、その都度すごく楽しくて、楽しかったって思って、でそれを自分の宝箱みたいなさ思い出のとこにしまって蓋を閉めて、よかったよかったって思ってたりとかしてたんだけど、ふとこう久しぶりに会った家族とか友達に会った時にそういえばあそこ行ってたよねどうだったとか、このイギリスの前どこ行ってたんだっけとか聞かれた時に、こうパッとね思い出せない自分がいるの。どこ行ってたっけとか、どこどこどうだったって言われた時になんだったっけみたいな、一瞬こう考えちゃう時間ができる、その瞬間にすごくこうショックを受けるじゃないけど、自分の中でねちゃんとその瞬間をちゃんと 100% 楽しめたのかなってもう一回そこに戻って勘ぐっちゃう自分がいるっていうか、去年もね、ありがたいことに本当に忙しく毎日こういろんな仕事をしたりとか旅に行ったりとか本当楽しいことで溢れてて、去年は本当楽しかったっていう風に最後のハワイのさ Vlog の動画でも締めることができて、それに本当に嘘はない、本当に一瞬一瞬が楽しくて、どこに行っても楽しいっていうのを拾い上げることができたんだけど、ふとねその1月に入ってこうパーンと花火をさ、楽しかったって花火を12月に上げたとしたら、その後こう花火って余韻でさチラチラチラってさ消えていくまで余韻があるじゃん。その瞬間にこうふとこう振り返るたりする時に、あの一瞬は楽しいと思ったんだけど、本当にこう全部ちゃんと感じ取ることができたのかな。あまりにも目まぐるしくてはい次みたいな感じでいろんなことが起きていくから、得ることも多かった分、その反面失ってるものもあったんじゃないかって思って、みたいな感じで考えちゃったりとかするのがこの1月の期間。とにかく楽しい思い出がわーってできてよかったと思ったけど、ふとした時にもう楽しかったばっかりじゃなかったかもなって、ちょっと我に返っちゃうみたいなことがあるっちゃあるよね。これがすごく言葉に言語化しにくいし、人に言ったところでみたいなところもあるし、今聞いてはもらってるんだけど、これで自分の中で落とし込んでいく、今までのものをちゃんと落とし込んだ上で次に進むっていうところで、だからやっぱ日記を書こうって思ったんだろうなって思うし、やっぱ去年は自分との対話がそこまでこう密にできてなかったのかもなって、バタバタしてて楽しかったこともいっぱいあったんだけど、一個一個ちゃんとその日に振り返ったりとか、こんな楽しいこともあったけど実はこういうことも思ってたっていう、ちゃんと帳尻を合わすことをこうできてなかったのかもなって思って。いい思い出ばっかり、記憶に残りすぎてるから、ネガティブに考えるっていうことじゃないけど、その日のちゃんとダメだったこととかもちゃんと書き記しときたいなみたいなことか。だからその家族とかと会った時に「いやあの旅行とかすごい楽しかったでしょ」とか言われた時に確かに楽しかったって思うんだけど、いや確かに
大変なこと裏ではねとかいろんなことを思ってた。それをこう一個ぐるっとまとめてキュッてゴミ袋にしまってたっていうところをちゃんとやっぱそれも開けて、楽しいと大変だったことっていうのは一緒にくっつけて物事をこう保管しておくことがやっぱり大事なのかなって。私の好きなディズニー映画のインサイドヘッドもさ、感情のねお話なんだけど、楽しいことばかりで脳を満たしていくのはやっぱり良くないと。楽しいに悲しいがセットになることでその人の人生っていうのは形作られていく。面倒くさいとか怒りとかそういうのを全部くっつくことが人間生活において大事なことだよねっていう話で、もうずっと私の去年は楽しいっていうのをこう大事な保管箱にこう投げてたみたいな。なるほどね。だから突然1月になってこれから入っていこうとした時に、ちょっと一旦落ち着こうって、ちゃんとそういう気持ちも全部ちゃんとくっつけながら行こうっていうふうに今思って、ちょっとこうふーってなってる時期なのかなっていう。なるほどね。そう、まず1個目はその人間さ、何々良かったよね、良かったでしょって言われたらいやいやそんなことないですよっていう方がなんか言いやすいっていうメンタル的なお話は1個あるね。その家族とかからどこどこ行って良かったでしょって言われると、確かに良かったんだけど、いやでもね実は映ってないけどこんな苦労があってねっていうことを言いたくなるのが人間じゃん。だからそっちに引っ張られてる可能性が1個あるね。それはあるね。その出したいそのカードもみたいな。その動画を見てる限りさ、基本的に楽しい思い出として皆さんに情報をお届けしたいと思ってるし、どうせ見てもらえるなら気持ちよくなってもらいたいじゃん、動画を見ることで、だからいい面をもちろん見せるし、もちろん悪いこともこういったことがありますよっていうことは言うんだけど、でもなんかそれでも見せる必要がない部分も同時にあるっていうことは、皆さん分かってると思うけど、言いたくなるのは、人間のなんていうの本性っていうかさ、で出しそうになっちゃうし、そう仕方ないね。もう一個あるのやって、その花火の例えがあったけど、それもやっぱさ打ち上げないといけないっていうさ、プレッシャーがゼロではないでしょ。その YouTube をやってる以上そうだね、なんだろう、楽しかったドーン、っていうことを今年もやらないといけないっていう、その楽しい思い出だけじゃなくて、それはちゃんと成果としての楽しさっていうか、ある種なんかもうこれはもう YouTube をやってるさあなたからするともう逃れられない呪縛じゃないですか。その花火に見えて実はマラソンなわけじゃないですか。そうだね。だから、それはもうなんていうの、仕方ないっていう反面と、あと一個俺もまさになんかそういう同じようなことを最近ちょっと経験して、それはしつこいと思われるかもしれないけど、やっぱジムっていうかね、体作りをし始めて、何が楽しいのって言われると、やっぱり成果が出ることなの。成果が目に見えて分かること、正しくやればやるだけ自分のできることが増えていく、もちろんまだやり始めっていうこともあって初心者ボーナス的な部分が大きくて、それはもうやってて楽しいわけよ。でも成果が出るから楽しいっていうことを楽しんでると、一つ刺さった言葉が、その日体大のね岡田先生が言うには、筋トレとかトレーニングとか、運動の習慣とかはもうできるだけそのエンジョイ勢であるべきだっていう。でどんどん成果主義になっていくと、トレーニングとかっていうのは絶対に頭打ちが来る、今は30代前半だから、そりゃやったらやるだけ成果は出る、でもじゃあこれがその趣味をずっと続いていった時に50代60代もっと70代になった時に、そりゃ30代の時のパフォーマンスに比べたら悪くなっていく、っていうのは受け入れられないと、トレーニングが楽しくなくなっちゃう。なるほど。っていうことがあるから、あまりにもその数字とかを追いすぎるっていうことを癖にしすぎて長く続けれなくなる、長く続ける時に満足感をどんどん得られなくなっていくっていう呪縛に陥りますよっていう話をしてて、それはなんか自分の中でグサッときたっていうか、こういう運動系って生涯を通してできるだけ長く楽しく続けていくっていうことをちゃんと重きを置いとかないと、成果でどんどん進んでいっちゃうと、いつかその成果が出せなくなってる自分に嫌気がさしちゃうと、っていうことを考えると、YouTube も、マラソンだっていう考え方をするのであれば、今年も成果を出さないといけない、いやもちろんその気持ちは大事よ、ハングリー精神として、でもそればっかりになってると、どんなにいい動画を出してもさ、回らなくなることってさ、あるよね、もうあるわけじゃないですか、バランスをね、やってやるぜっていう気持ちと、
あくまで続けれることが大事、うんうん、みたいなことのバランスが崩れてるような気がする、話を聞いてる。そうねそうね。だからなんか最近よくさ、なんか質問とかで継続する時のマインドはみたいな時にさ、もうやるしかねえよみたいなさ、側面をばっかり話したけど、実際にはこういう感じでこういう波をやっぱりやりながら、とにかく積み重ねていくしかないっていうのは分かってんのよ。これをちゃんと積み重ねればちゃんといずれ行き着きたいところに行ける。ただその中の時の自分のこの感情とか、その時の、メンタルっていうのを、こううまく調整しておかないと、バーってブーストかけていくとスンって、自分の体力ゲージがスンってゼロになっちゃって放り投げちゃうみたいなことが起きるのが結局一番もったいないことだから、ちょっと今それがこのままいくとなんかなりそう、危ないっていう、なんか SOS が1月に来たのか、風邪みたいなのも引きみたいなそうだな全部こう出てんのかなみたいな。でもこれが病んでるわけじゃないの。だから難しいの、人に説明できない。わかる？わかるよこれどうなんだろうね、これは人によるし、なんだろう、人生のタイミングのお話的な話で、正直、ちょっと満足してる感がやっぱ出てきてるんだと思うよね。この活動においてってこと？活動においてというか、なんか生活全体的になのかな。でもちょっとそれはあるのよ。そう言ったらさ、この都内でさ、こんなスタジオも持ってて、時間的にもお金的にもちょっとやっぱ、一昔前に比べたら余裕は出てきてるんだと思うね、でその時に俺さ、昔さ欲の話をしたの覚えてる？人間が持てる欲の総量が決まってるんじゃないかっていう話をしたじゃんでそれがいっぱいになっちゃうと何もできないと同時に自分のその懐の狭さを実感してしんどくなるっていう話で、俺これをどうやって解決しようと思った時に、それまではやっぱり自分のために頑張ってた、で、もしかしたらここは家族だから、ここがお互いのために頑張ることってある種自分のために頑張ってるみたいな感覚になってるのかなって俺は最近思ってて、俺も答えは出てないけど、その人を雇うっていうことも一つの考え方なのかなって思う。なるほどね。今まではそういうこと考えたこともなかったけどね、いや、わかんない。その雇うことは多分今考えてないし雇わないと思うんですけど、誰かのためにっていうことだから、その会社で言うとちょっと管理職に就いたみたいな感覚のモチベーションを持たないと、自分のためだけにだと、続けれるその度合いって結構マックスきちゃうよね。いや、それがあなたもそうなのか分かんないけど、そうかも。俺は最近なんかそれをすごい感じてるのよね。だからなのかな、この感じ。自分のためのモチベーションっていうのがなんか落ち着いてきちゃってる。わかる。満たしきってはないけど、満たせそうっていうところまで来ちゃった。危ないよねって感じ。でこれは本能の話だと思う。俺は自分のいや、これね、マジ悲しいの、この話するの悲しい。やだ、聞きたくないけど聞かして。自分の心が満タンになりつつあるっていうのは危機としてある。わかる。でそれを誰かのためにとか、なんだろう、世の中のためにとか、なんだろう、その誰かのためにっていうベクトルに自分のパワーを振り分けていかないと、人間ってマジ弱いなって思うからなんでね、今まで満たそうとさ頑張ってきたのにさ、満たされそうとなるとこんなさあわあわするんだろうね。別にすごい自分がさめちゃめちゃ満タンですってわけではない、いろんなこともあるけどさ、なんかこの自分の今の持ってるツボ、今の現時点のねツボが結構ここまで来てるのは確かにあるかもしれない。そう人によるんだと思うけどね。さっきも言ったけど、本当に自分の器の大きさを初めて認識できる時だと思うよ。確かに。満たされ度が上がるにつれて、その自分の残りの容量を、こんだけしかないかもっていうのを、年齢的にもね、だって普通の会社員だったらもう部下がさ、そうだね、結構管理職にもうすぐなるかもねぐらいなね、その会社の規模によってはね。で会社の仕組みってめっちゃうまくできてるんよ。そうだね。そうちゃんと違うモチベーションを与えてくれてる。確かに。それがないよね。そう今ってだからもう一個別の方向に舵を切らないといけないのかなって俺は最近本当に。もちろんサラリーマンの人はその人で違う悩みがあって、逆に言うとこういう
個人でやってるような人っていうのは、頭打ちを感じることっていうのがなんか苦しさの一つだと思うよね。だからどうしたらいいんだろうっていう。そうかも。そうで、解決方法はいくつかあると思うよね。でもやっぱ今一個成長して感じてることは、前はそういう会社ね、会社に勤める時に自分の中でもここにいることがもう自分の中でも満たされ度的にもここまで来たらやめよう、全く違うところに行こうっていう風なやり方で言ってたの。でも今はこれで私がこう YouTube 活動でここまで気持ちが満たされていたとしても YouTube やめようっていう風ではないんだよね。今あるものをしっかりやりつつ、またもう一個ちゃんと作らないと、その今ここやってる活動もどんどんこう尻すぼみになっていく気がするし、っていう意味での発展的な次なんだけど、そうなのよ。そうなの。多分それなんだ。なんかもうモニョモニョしてて。俺はね、去年結構それやったよ。あ、本当？なんか私バタバタして気づけてなかったんだよね。でもそれはそれで幸せだったけど、なんかね、ふと。そう。なんかそんな感じがするよね。自分のために頑張り続けて、それが満たされるのが終わりなんだろう、自分の器の総量を自覚し始めた時のこの辛さ、今更ね、やることを180度変えるっていうわけじゃなくて、自分がやってることの中でなんか別の楽しみというか、別のモチベーションとか目標っていうのかを時々方向転換しないと、やっぱ一直線には進みにくいというか、でもこの悩みってちょうど俺らくらいの年齢だと、なんだろう、ちょっと形は違えど多分視聴者の人もうわちょっとわかるわっていう感覚はね、あると思う。こういう話最近同世代の友達とするもん。会社でもさ、もうなんか自分ができることをある程度やりきっちゃったタイミングってあると思うよ、こっからはじゃあ部下を育てようとか、なんだろう、もっと大きい会社全体のためにとかさ、ある程度会社のやることの全貌をやり尽くした人っていうのはちょうどね、これくらいで多分入社して何年10年以上。そうね。まあ人それぞれのさ、その悩む分岐点っていうか、違うじゃない。だからこの5年はものすごく濃かったし、全部自分で決めてきた、2人でもあるしね、決めてきたものばっかりだったしさ、バーってやってきた後にふとね、ちょっとこれからどうしようみたいなのがもう一回来たことによって、ある意味第2章みたいな、その第2章の初めがこういう感じでなんていうかモニョモニョしちゃったりとかしてもいいと思ってて、むしろこれぐらいモニョモニョしないといけないと思って、もっと自分といろんなことを対話して、その根本的な、どうしたらいいんだろうっていうのを見つけ出さなきゃいけないから、逆に良かったと思って、一旦止まるじゃないけど落ち着くことが、っていうねすいませんそういうことをね考えた1週間だったんだよね。やっぱりちょっとここで、こういうことを話すことによって、これがリアルだし、そこからまたどうなっていくかっていうのを見てもらうっていうのが、私の提供するエンタメなのかなみたいなものですと思って、です。そんなところで皆さんからいただいた今年のキャッチコピーもちょっと聞いていって、自分たちの気持ちも上げていこうかなと思います。ではまず1つ目、東京都在住30代コウヨトリネームうさぎヤンキーさんからのお手紙です。ミクさん、先生、こんばんは。こんばんは。毎週金曜日21時の待ち合わせを楽しみに1週間お仕事頑張っています。2026年、私のキャッチコピーは半年で人生変えられるボリューム2です。以前ミクさんの動画で半年で人生変えられるからという言葉が自分の中に刺さり、2025年は自分の理想から離れている部分を埋める動きをした1年でした。引っ越ししたり、恋愛を頑張ってみたり、オンラインスクールに通ってみたり、忙しかったですが充実した1年を過ごすことができました。でもまだまだ自分の理想とする人生に近づきたい。今年は半年で人生変えられるボリューム2として行動することを恐れず、自分に素直になりながらさらに充実した1年にしたいと思います。ということで、素晴らしい、半年で人生変えれるからね。今ここで私がモニョモニョついてても、この半年で一気に自分の
こういうことしたかったんだって思い出せて、またさらにその残り半年で夢までゴンっていったりと目標にまでバンっていけたりするから、次50代コヨトリネームうさぼんぼんさんからのお手紙です。私の2026年のキャッチコピーはことに向かうです。環境、感情、他人、評価、損得などに影響されず目の前のことに向き合うということです。これは南波智子さんの言葉です。みくちゃんの孤独を感じることにもつながる気がします。昨年のフィンランド一人旅にとても影響を受けました。自分を振り返りこれからのことも考える。年齢的に節目ということもあり今年はことに向かいたいと思ってます。同じ去年のフィンランド一人旅はすごく良かったのよ。あの時はふわっとしか思ってなかった、今に向き合うっていう孤独を感じてっていう、それがね今またこう半年経って今1月にもう一回感じて今後どうしようかなって思えるいいきっかけになったのがフィンランド一人旅ですね。はい。もう一つ東京都在住40代コヨトリネームポイズンプリンさんからのお手紙です今年もよろしくお願いします。こんにちは。いつもお世話になってます。私の今年のキャッチコピーは惰性を超えるです。私は勤続18年、ラジオの投稿は8年目、上京7年目ととにかく何でも継続していくタイプです。今の世の中変化が激しく挑戦する社会だと思いますが、時代に逆行してこんな古いタイプが一人ぐらいいてもいいだろうと思っています。なので今年も仕事に関わる勉強をしたり、ちょっとでも面白いメールを書けるよう引き続き頑張ります。継続した人間にしか見えない景色が見たいです。そしてそれを仕事や投稿に生かしたいです。素晴らしい。本当に結局継続することがさ、大事なんだよね。何かを変えることもさ、そうだけど。そうね、なんだろう、何も変化のない毎日を過ごしていることを、たまにさ卑下してくる人がいるじゃん、私の日常なんて何も変わらないって、でもその変わらないことを続けていることも一つの才能というか、一つの努力の結晶だと思うから、なんかどちらも素晴らしいと思う。変化をどんどんしていく人もすごいし、変わらない人もすごいと思う。結局どっちも継続しているっていうことに変わりないしね。新潟県在住20代コヨトリネーム白熊ちゃんからのお手紙です。みくさん先生こんにちは。動画楽しく拝見しています。 LINE スタンプも買いました。愛用中です。ありがとうございます。2026年のキャッチコピーは自分の人生を生きるです。私は何かと人と比べてしまうことが多く、それで落ち込んだり、逆に自分の方が上だと心の中でひっそり思っていたり、そんな自分が嫌だなと思っています。2026年は自分の軸を見つける、そんな年にしたいです。お二人は誰かと自分を比べることはありますか？ということです。やっぱさ、20代は俺もそうだったよ。そうやっぱ自分のために、自分が上に行くんだ、っていうタイミングが自分で設定してたから。20代。そう。やっぱちょっと正直ちょっと周りの人に迷惑をかけてもいいから、俺は絶対上に行くんだっていう期間をわざと設けてた。20代。そう。今この白熊ちゃんと同じ。そう。っていうのはマジでわかる。じゃないと自分が潰れると思ってた。で人と比べることある？人と比べること、まああっただろうね。まあそれあるよね。でも絶対負けねえっていう、なんかそういうなんかもうバチバチのタイミングは、やっぱ人生でわざと設ける必要があると思ってたからやってた。わかる。でも私も20代の時はもうバチバチだったね。やってやるみたいな。そういう瞬間超大事だから、自分の人生を生きるってやっぱ20代の時に設定した方がいいよね。なんかよく30代までにやっといた方が、何やっといた方がいいですかって言われる時、絶対自分がっていう風に、いうマインドセットでやっぱ生きた方がいいよねって思う。そうね、体力がなくなってくるし、気力もなくなってくるし、まあその20代できてないからダメってわけじゃないけど、自分たちの場合はここで行くしかないっていう覚悟は決めたよね。その時に自分のことが嫌になることもあるけど、もうそれでもいい、もうそれでもいいからもう次の一歩みたいな精神状態ではあった。その自分の悪いことにいちいち立ち止まってる暇はねえみたいなとか、人と比べて落ち込んだりとかね。そういいんじゃないですか。はい、最高。あとね、もう一個ね、これはキャッチコピーじゃないんだけど、もう一つお手紙ありまして、はじめまして、あまりにも激しく同意してしまったためコメントさせていただきました。もしも1ヶ月何も追われずに過ごせたらの問いに対して先生の出したコメント、いつか終わりの来るそこの寂しさに耐えられないにめちゃめちゃわかると声が出ました。
先生は以前何かにどっぷり沼ったことがない、理由は熱が冷めてしまうその時は来るのは怖いからと答えていましたが、まさにここの価値観と同じなのだろうと思います。今ある幸せがいつか消えてしまうかもしれないという恐怖に耐えられないという価値観が笑えるほど同じだったので、我々のようなものは堅実に幸せを誇示しながら生きていきましょう。そうだよね。なんか、俺っていつこの不安な気持ちはなくなるんだろうって永遠のテーマではある。で俺の今の計画では、家を持って家、そうだな、キャッシュでうん億円ぐらいあれば、家を持った上でキャッシュでうん億円、持ってたら俺は安心できるんじゃないかっていう小さな光をね、遠く及ばない小さな光を俺は今必死にそれで終われるんだって思ってるけど、そこまで行った時の自分がそう思えないんじゃないかっていう気持ちもある。どうすんの？いや、そうだから俺は生涯不安を考え続けないといけないのかなって思って、その性格なのかな。でもさ、絶対さ、視聴者さんの中にさ、いると思うよ、俺みたいな、いるよね。どこまで行っても満足できないんじゃないかっていう人がどっかでここでいいかもって思えた瞬間が、この人生の諸先輩方は持ってる人がいたら教えてほしいよね。なるほどね。そう、意外とこの辺で満足ですよとか、考え方を変えるとか、あんのかなっていう。確かにね。それがある種のその向上心というか、モチベーションにつながってるから、もう一概に悪いわけじゃないと思うけど、なんか人生ずっと不安やなって思っちゃう。確かに。なんかたまに楽しいかな、それなんかその飽きるのが怖いから物を集めないとか、何かを得たら満足できるみたいな感覚が薄い人ってさ、いると思うよ。でそういう人ってなんかこの先もずっとそうなんですかっていうさっきのさ、前半の話でちょっと矛盾してる自分のね中の矛盾点なんだけど、何かが満たされつつあるっていう気持ちと、それでも満たされてない何かの別のツボが、なんか2つのツボがあるんだよね。すごい。どういう深層心理っていうか、多重人格なんかな。なんかもう私は満たされつつありますっていう謙遜してる自分と、いやいや俺まだいっぱいいてほしいんだけど俺のツボもっとでけえっすっていう。ある意味強欲なのかな、実は。隠れ強欲なのかもね。そうなんかね、この天秤が自分の中でいまだに釣り合わない、この30代になってもものすごい実は欲が渦巻いてる可能性ある。俺は実はあなたよりも強欲の可能性がある。あるね。意外とさ、満足するんだよね、勝ったら。これはさ全く違うタイプだよね。なんかめっちゃ満たされてる自分と、全然もう欲望カツカツの自分が両方いる。でこの人って一生幸せになれないんかなって。でそれをモチベーションにしてる。わかる？この難しい。それを一人エコシステムが完成してるわけ、ね、だから無敵なんや、無敵なんやけど、そうだね、楽しい。なんかいいね、ずっとなんか敵が自分しかいないっていう、なんか全部いろんなとこに行けるもんね。確かに。どうしますマジで。でもだから一人エコシステムを完成させてるとして、人と比べることはないね、基本ね。なんか俺結構飽き性っていうか、なんか気抜いたらもうやばいタイプだなって思っちゃう。その気抜いたら本当に堕落する人間っていうか、落ちぶれる人間だって分かってるから、そのある一定のところからは絶対に外れないように生きてきたタイプ。でも多分そこで実際落ちぶれた方がそういう2つのツボみたいなの持たなかったのかもね。しっかり落ちぶれたらもう1個のツボだけ持って生きてたんじゃないの。そうね。ちゃんとそこでさ理性を保ってさ、こう自分を制することでなんか2個持っちゃってどうしようってなってんのかもね。うわ、理性邪魔理性って邪魔なんかもしれん。やっぱ落ちきる勇気がない。落ちきったら楽なのよね。落ちたらってもう上がるしかないやってなるのにさ、落ちないとこまでいるから辛いんだよ。じゃあどうしたらいい？落ちきる。今持ってるものすべて手放した方がいい。でもダメ。そういうのは今10代ぐらいとかでやっぱ落ちきっといた方がいい。いろんなことで落ちそびれたのかもね。
でも別にそれでしっかり生きてこれたんだからまあいいけど、確かにこういう人は多分多いと思うから、あなただけじゃないよ絶対そういう風に。確かに諸先輩方で落としどころを見つけてる人がいたら教えてほしいよね。そしたらその価値観感覚も取り入れて実践してみて、合うか合わないかとかやったりとかして、多分ね一通り解決策はね自分の中で一回シミュレーションしてるはずねでもね答えが出ないんだよこれがこういう性格はね本当どうやったら幸せになれるんだろうね。いやそう幸せよ、幸せなんだけど、そのなんていうの、確かにたまになんかブレーキ引きすぎてて、なんかもっと解放してその今の幸せ全部噛み締めた方がいいのに、なんかもっともうブレーキ離してブワーって差が下っちゃえよみたいな風に思う時ある。だけどなんかそのマウナケアのさ、山頂とかでも、うわーって思う反面、これ帰ったら何時ぐらいかってことは朝食ギリ間に合うかなみたいなことをやっぱ考えるみたいなことよねそうね、そう面白いなと思って、同じ人がやっぱいるね。それが SNS の嬉しいところでもあるね。自分だけじゃないんだって救われるからまあぜひ諸先輩方でこういう落としどころを見つけました、こういうふうに考えて生きてますよっていうのあったら教えてほしいですね、はい、ではこんな感じでもう結構喋ったので今週は、ここら辺で以上とさせていただきましょうか。でですよ、もう1月も3週目か、もうすぐ2月が顔を出してきたということで、今年初のグランプリ系とは言わないですが、もうすぐバレンタインデーですよね。美味しいチョコレートをちょっと知りたくない？でもさガチのやつってさもう予約終わってんじゃない？いやそれはそうなの。だからそこはもう省こう、入手困難なやつはもう大変だから、今できる範囲で美味しいものを知りたいという、チョコもいろんな種類がありますから。でもバレンタインデーだから、まあちょっとデパートとかで買えるような、今回ばかりはまあ人に渡すという手、あとは自分でご褒美として買うというような特別なチョコレートで、これ美味しいですよっていうのをぜひちょっと教えてほしい。今売ってる範囲で購入できるもので、ぜひ教えていただきたいです。チョコワングランプリ、チョコワングランプリ、オンラインで買える、または著名なデパート、そういうところで買えるものに絞って募集したいと思います。ぜひ声を取りネームをつけて、このチョコ毎年買ってますよとか、これ美味しいですよっていうのを教えてください。例えばジャンポール・エヴァンの何々っていうチョコレートが美味しいですよ、そういう感じです。ゴディバですって言われたらもう広すぎるので、なるほどね、ゴディバのなんとかです、とかっていうのをぜひ教えてください。理由もつけてお願いします。お願いします。では今週の最近土曜ラジオは以上です。この動画が面白かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。